皆さんこんにちは。今年の5月は格言とは違って大きく崩れることなく、米国株では皆さんもご存知の通り NVIDIA がとんでもなく良好な決算を発表して大幅な上昇を見せています。中旬から下旬にかけて少し調整入る局面ありましたけれども、NVIDIA 株だけは一人勝ちといったような状態。今後もこの好調が続くかどうかはわかりませんけれども、今回は NVIDIA 株のサプライチェーンを分析して、恩恵を受けそうな日本株銘柄というのをご紹介したいと思います。パッと頭に思い浮かぶのは半導体関連の銘柄かと思いますけれども、サプライチェーンを追っていくと意外と知られていないような、そして株価の上昇もまだ見られていないような出遅れ小型株というのも登場しますので、よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。さて、NVIDIA の株価推移見るまでもないかと思いますが、半年前には455ドルつけていたところから、今や足元1100ドルと2倍以上の株価になっていますね。そもそも5月23日決算発表する前からもうすでに株価は半年前から倍になっていたわけですけれども、そこからさらに200ドル程度上がっているというような状況です。以前別の動画でもお話しした通り、これだけ株価上がっていて過熱しているとはいえ業績も伴っている銘柄ということで、今回発表された具体的な決算内容、売上高と1株当たりの利益 EPS についてコンセンサスとどのような差があったのかご覧いただきますと、上段第1四半期のところが実績値、そして下段第2四半期のところは予想値が入っています。また棒グラフの比率に関しては、黄色の棒グラフが前四半期対比での成長率、緑の棒グラフに関してはコンセンサスをどれくらい上回っているかという数値になります。例えば第1四半期今回発表されたもので、売上高は260億ドル、前四半期よりもプラス 18% の上昇。これに対して事前に予想されていたコンセンサスは246億ドルでしたので、それすらも約 6% 上回るような好調な結果だったという見方になります。利益水準に関しても EPS の方をご覧いただきますと、同じように前四半期よりもプラス 19%、そしてコンセンサスよりも 7% 上回る良好な決算となりました。また第2四半期の会社予想値も同様に、それぞれコンセンサスを上回る売上高利益水準となっています。この売上高の中でも特に好調なのがデータセンター事業。日本株の中でも KDDI や桜インターネットといったような銘柄が話題に上がっていますけれども、この事業がほぼ会社全体の売上高成長を牽引しているというような状況です。それでは NVIDIA のサプライチェーン、ここまで業績がどんどんと膨れ上がる状況。そうすると同時に仕入れ先に関しても当然大きな恩恵を受けるはずだということで、こちらのようなサプライチェーンの関係図を作って恩恵を受けそうな銘柄探してみました。上から順番に NVIDIA の仕入れ先トップ20の銘柄、そしてその中でも金額の大きなもの、発注金額の大きな上位10銘柄あたり、さらにその先の第一次下請けですね。これを中心にカウントしていく。NVIDIA からは2階層先までを中心に計算しています。またその第一次下請けの中でも、さらに金額の大きな銘柄に関しては、一部もう一段降りて第二次下請けのところまで計算をしているものですね。それではサプライチェーンのツリーに関して具体的に詳しく見ていきます。先ほどの全体像を拡大したもので、NVIDIA が主に仕入れ先として用いている上位20銘柄というのがこちらのリスト。1位が TSMC、2位が SK ハイニックス、3位はウィストロン、台湾の銘柄となっています。そして数値の見方なんですけれども、赤くハイライトされているパーセントのところが、それぞれの銘柄から見たときに NVIDIA に対する納入金額が売上高の何パーセントを占めているか、つまり NVIDIA に各銘柄がどれくらい売上高依存しているかという数値ですね。例えば TSMC だと 10.1% となっていますので、売上高のうち 10% は NVIDIA との関係性から生み出されていると。ですので、ここのハイライト、赤い色が濃ければ濃いほど、サプライチェーン一つ上の段の銘柄と関係性が強いというふうに見ることができます。そして下の段の金額については、直近でデータが取得できるサプライチェーンの実際の売上金額となっています。そうすると NVIDIA の仕入れ先として上位20銘柄ご覧いただいていますけれども、台湾であったり、アメリカ、中国、韓国といった銘柄、様々並んでいる中で、日本の銘柄で最初に出てくるのは19番目のアドバンテストとなっています。ただ金額に関してご覧いただきますと、
13位あたりからは2000万ドル以下とだんだんと小さい数字になってきていますので、NVIDIA の仕入れ先として直接的に恩恵を受けそうな銘柄というのは日本株ではあまりなさそうだということで、さらにサプライチェーンの階層を一段下に遡っていきたいと思います。そうすると仕入れ先ナンバーワンの TSMC 社は約19億ドルの売り上げを計上していると。サプライチェーンのツリーでいう第一次下請け企業の階層については実践の四角で囲われているものとなります。そして TSMC 社の上位銘柄をご覧いただきますと、一番上が ASML オランダの半導体製造装置メーカーですね。2位がアプライドマテリアル、3位に東京エレクトロンと出てきています。上位5社とそれ以降20位以内に入っている日本株銘柄をピックアップして、日本株に関しては字体を赤色に変更しています。そうすると上位5位に入っているのは東京エレクトロンだけですけれども、6位以下にかなり大きな銘柄が信越化学やスクリーンホールディングス、AGC、住友化学、そしてレーザーテック、東京大華工業、東レアドバンテストと TSMC 社を納入先としている日本株銘柄はかなりたくさん出てきました。それでは NVIDIA の仕入れ先第2位 SK ハイニックスの下請け企業のリストをご覧いただきますと、こちら1位グループ会社の SK、2位がラムリサーチと、そして3位が信越化学工業ですね。その他日本株は6位に東京エレクトロン、11位東レ、16位サムコと、ここでも日本株の大型銘柄がいくつかランクインしています。続きまして3位のウィストロンが発注している下請け企業、上位5位、さらに上位20位の中には日本株銘柄はありませんでした。4位フレックスに関しては公表データがありませんので飛ばして5位のアムコーテクノロジー、1位が SGC エナジー、2位がサムスン電機と並んで5位に新電ハイテクスという銘柄が入ります。そして6位にはシャープ、7位に東レ、11位東芝、18位アドバンテストと上位にはいくつか入っていますけれども、金額や依存割合を見ると6位以降の数値というのは非常に小さくなっていますので、ここで特筆すべき日本株銘柄というと5位に入っている新電ハイテクスですね。続きまして NVIDIA の仕入れ先6位のファブリネット。こちらに関しても具体的なデータはないんですけれども、銘柄名だけ上位の仕入れ先というのがありますので、後ほどご覧いただきたいと思います。NVIDIA 仕入れ先の7位インテル。こちらに関しては皆さんもご存知の大企業ですので、金額ベースで言うと7000万ドル以上の関係性ではありますが、インテルから見た時の NVIDIA に対する売上比率というのは 0.5% と非常にわずかになっています。ですので、インテルの第一次下請け企業をご覧いただきますと、大きな金額規模にはなっていますが、NVIDIA の事業規模が拡大したからといって直接ここまで大きく第一次下請け企業が恩恵を預かれるわけではない。当然インテルの依存割合 0.5% をかけた上での恩恵となりますので、そのあたりは後ほど集計する際に用いる考え方ですので、念頭に置いていただければと思います。とりあえずインテルからの下請け企業をご覧いただきますと、1位が ASML、2位が TSMC、3位が東京エレクトロンと続きまして、6位以下にはイビデンや新興電工、信越化学、レーザーテックといったような銘柄がランキングリストに入ってきます。さすがにインテルほどの大企業ともなると、関係性のある日本株銘柄も大型株中心にたくさん入ってきますね。それでは一番上段、NVIDIA の仕入れ先8位に入っている日月光投資なんちゃらという銘柄、こちらも台湾の半導体メーカーなんですけれども、AC テクノロジーホールディングスと呼ばれている銘柄です。ここからの第一次下請け企業というのは、1位に LG イノテック、2位 KLA、そして3位から日本株、東京エレクトロンと TDK が入って、13位にアドバンテスト、17位にディスコと、規模としては小さいながらもランクインしているという状況です。さて途中具体的な数字までは公表されていないけれども、仕入れ先第一次下請け企業のリストが入手できると途中で飛ばしていた6位のファブリネットという銘柄、ここからの第一次下請け企業、緑の矢印で横に銘柄名だけ上位並べていますけれども、1位にノキア、2位にサンテックホールディング、3位に三幸ダイキャスティングと、おそらく1位のノキアは皆さんご存知かと思いますが、2位のサンテックホールディング、こちらの銘柄に関しては実は日本株となっています。ここまでで第一次下請け企業のサプライチェーンリストをご覧いただきました。基本的には NVIDIA からここまで仕入れ先2階層を用いて、主な NVIDIA 事業拡大による恩恵を受けそうな銘柄、集計していくわけですけれども、
仕入れ先上位銘柄の第一次下請け企業の中でも、さらに金額がまだ十分に大きいもの、NVIDIA からの恩恵影響力が波及しそうなごく一部上位の銘柄だけ第二次下請けの階層までご覧いただきたいと思います。第二次下請けの階層に関しては、20線の枠で囲っているリスト、こちらの2種類ですね。ASML が発注先としているリストと、アプライドマテリアルが発注先としているリスト、この2パターンだけ金額規模が大きいため、第二次下請けリストまでご覧いただきたいと思います。そうするとまず ASML の発注先、1位がインテグリス、2位はベンチマークエレクトロニクス、日本株ですと4位にニコン、11位にファナックと入ってきます。こちらの20線第二次下請けの上位銘柄というのは、金額の規模であったり依存割合というのがあまり色濃く目立ってはいませんが、もう一つの方、アプライドマテリアルから降りてくる第二次下請けの上位銘柄、ご覧いただきますと、フレックス、ウルトラクリーンホールディングス、アドバンストエナジー、そして日本株の中ではローツェやテクノクオーツ、GL サイエンスと、ここまでのサプライチェーンのツリーで出てこなかった初登場の日本株銘柄がいくつか散見されるわけですね。しかも、下請け側の企業から見た時の依存割合というのが非常に色濃く出ている銘柄が目立ちます。こういったところは第二次下請け階層とはいえ、NVIDIA の好調な事業拡大からの恩恵が受けれそうな銘柄たちと言えるのではないでしょうか。それでは今、サプライチェーンのツリーに登場した日本株銘柄、この中でそれぞれの仕入れ先、下請け企業の依存割合と発注金額掛け算したものをすべて集計すると、ご覧のような規模感になります。左から時価総額のところまでは各銘柄の持つ特性、そして NVIDIA サプライ関係性と書いているところが、依存度に関してはその銘柄から見ている納入先の比率となっていますので、単純合計。金額に関しては、サプライチェーン上に出てきた金額を階層を降りてくるたびに依存度で掛け算したものを合計した金額です。そして各銘柄の前期売上高と、そのうちサプライチェーン上で計算された金額が何%を占めているかというのをグラフにしたものです。また一番右、株価変動に関しては、5月1ヶ月間の株価変動と、NVIDIA の決算発表があった直後、5月23日の株価変動、これをご覧いただいています。そうすると一番依存度が高い品質だった銘柄というのが、レーザーテック、次いでイビーデン、東京エレクトロンという順番です。つまり NVIDIA が好調だった場合に恩恵を受けやすい、逆にこけた場合は波及して悪影響が出やすいような銘柄が上から順番に並んでいるということです。そうすると上位のところには当然大型の半導体銘柄あるいは価格関連の銘柄が入っていますけれども、意外とですね、小型銘柄が見つかります。一番左トピックス順位で横線が入っているもの、そもそもトピックス構成銘柄でない、あるいは時価総額自体の数字が小さいものをご覧いただきますと、上から順番にテクノクオーツ、そして中ほど GL サイエンス、新電ハイテックス、また途中で具体的な仕入れ金額が入っていないけれども、上位銘柄リストだけが出ていた。そこに登場したリスト一番下のサンテックホールディング。この4銘柄はですね、NVIDIA の業績が拡大していくとともに、その恩恵を受けて非常に今後成長見込みがあるかもしれないと期待を持てるような銘柄です。大型株に関しては NVIDIA 以外にも当然ビジネスを行っていますので、業績に対するインパクトというのは大きければ大きい銘柄ほど薄れていくわけですけれども、その中から選びたい場合には一番右側の株価変動ですね。5月23日の騰落では大きな反応を示している、つまり NVIDIA との相関が高そうな銘柄。一方で1ヶ月間の株価変動、決算を挟んで株価上昇がまだあまり芳しくないような出遅れ銘柄というのを探していく、そういった見方をするのがよろしいかと思います。先にまずは小型株の方、4銘柄出てきましたけれども、それぞれのですね、業績、いずれの銘柄も3月期決算でしたので、前期と今期、コンセンサスの変化と会社の発表値というのをご覧いただきますと、こちら、各銘柄コンセンサスの今年入ってからの変化率と、実際に会社が決算発表した前期の実績値、あるいは今期の予想、見通しについて、基本的に緑の棒グラフが目立つものはサプライズ、プラスが大きかったもの、一方で赤に関しては失望、マイナス方向にサプライズがあったものとなります。そうすると緑が目立つのは右上のサンテックホールディング。前期の決算に関しては事前予想を2桁%上回る良好なもの。今期の見通しについてもいずれもプラスのサプライズでしたが、実際の数字を
比較した時には営業利益ですと約 3% 弱というような成長ですので、このあたり会社の見通しが保守的すぎるのか、情報修正の余地があるかどうかというのは注意して見ていきたいところです。また左下テクノクォーツに関しても今期見通しについて少し期待値ハードルが下がってはいましたが、おおむね良好な決算。左上の GL サイエンスに関しては期待値ハードルが高くなっていた分、少し失望感のあるような決算ではありましたけれども、利益成長率に関してはこちらも営業利益で数%の成長が今期見通されているので、その進捗を見ていきたい銘柄。一方右下の新電ハイテクス、こちらに関してはすべてサプライズが赤の方向になっていますので、マーケット期待を大幅に下回るような決算だったわけですけれども、4銘柄の中でも純利益桁一つ落ちるような非常に小さな銘柄ではありますが、前期から今期にかけての利益成長率、この変化幅に関しては4銘柄の中でダントツに一番大きな比率となります。具体的に営業利益は前期12億円弱のところから17億円と見込んでいますので、NVIDIA からの発注規模が膨らんで、それが下請けまで降りてきて、当たれば大きく伸びそうな銘柄と言えるかと思います。それぞれの銘柄でですね、株価の変化、1年間の推移をご覧いただきますと、おおむね今申し上げたような決算の好不調に応じたような形です。右下、新電ハイテクスを除く3銘柄は、順調に株価上昇して伸ばしていますね。特に上昇割合が大きいのは、右上のサンテックホールディングスとなっています。このあたり出遅れという意味では、サンテックホールディングが一番先んじている形となりますので、まだ上昇余地が残されていそうな新電ハイテクス、あるいは GL サイエンス、テクノクォーツあたりを出遅れの小型銘柄として検討されてみてはいかがでしょうか。一応 PBR や PER といった割安指標に関しては、右上のサンテックホールディングスのみ PBR4 倍、PER は20倍を超える水準。それ以外の3銘柄に関してはいずれも PBR1 倍前後、PER は10倍以下となっていますので、そのあたりもぜひご参考にご判断いただければと思います。今度はですね、先ほどのリストの中で NVIDIA からの影響、それなりにありそうなのに意外と出遅れていそうな銘柄、その中でも大型株2つピックアップしてみますと、例えばイビデンですね。こちら1年間の株価推移、昨年9月以降ずっと下落基調が続いていますけれども、こちらの決算の内容をご覧いただきますと、かなり決算前の時点でコンセンサスが下がっていて、丁寧な銘柄ですと、決算前にも見通しの下方修正など入ると、ご覧のように3割、4割とコンセンサス大きく下がる。そして実際の発表値というのは、その訂正された水準に近いようなものが出てくるわけですけれども、それを踏まえてもかなりの減益規模となっていますので、NVIDIA からの恩恵を受けて V 字回復できるか、ただ大型株ですので、NVIDIA に対する依存割合というのもそこまで大きくないと、なかなか恩恵を受ける銘柄としてピックアップするには難しいところかと思われます。同じ価格の銘柄でしたら、半導体関連として筆頭に挙げられるような信越化学工業。こちらの方が株価の推移も上昇基調。直近のところ少し下がってきてはいますけれども、NVIDIA の事業拡大継続するんであれば同じようにトレンド辿ってくるような銘柄かと思います。信越化学工業に関しては今期の見通しを発表しない銘柄ですので、コンセンサスのところまでを載せていますけれども、前期に関してはコンセンサスを 5% 下回る利益水準。今期の見通しについては、すでに年末時点から 10% ほど期待値が引き下げられているというような状況です。最後にですね、今回の動画では長くなりすぎて盛り込めなかった次回以降を分析していきたい内容なんですけれども、NVIDIA の決算発表において、冒頭ご覧いただいたように、事業別ではデータセンターが圧倒的に売上牽引しているというような状況です。そして決算説明の中では、海外企業との連携について、そこでは日本を筆頭に挙げて、具体的な銘柄として KDDI、桜インターネット、ソフトバンクといったようなところを言及していましたので、そこと協力して国家的な AI インフラ構築のために約1000億円規模の投資を行っているというような説明内容ありましたので、このデータセンター最近マーケットでも注目されているテーマの中から銘柄分析を行っていきたいと思います。そちらも興味があるよという方はぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、今後の動画もお待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。